ご視聴ありがとうございます。今回は、大手私鉄のローカル支線のご紹介です。切り離された末端線区の歴史と今、そして未来をまとめて解説します。立派な駅舎の中間駅と、妙に構内が広い駅にあったものとは、一体何なのでしょうか。ここは、愛知県を中心に路線網を広げる大手私鉄、名鉄こと名古屋鉄道最大の駅、名鉄名古屋です。絶えず列車が行き交うこの駅から、目的の駅へと向かいます。この車両は、座席指定料金が必要な特別車。回転クロスシートの座席で、とっても快適です。名古屋駅周辺の地下区間を抜け、庄内川の前後にある急カーブを走り、犬山線に入ります。途中駅をガンガン通過するこの列車で私が向かうのが、犬山線と小牧線、広見線が乗り入れる犬山駅。ここで広見線の列車に乗り換えます。路線図では進行方向を変えずに乗り入れられるようにも見えますが、実際には犬山線の名古屋寄りで他の2線が合流する廃線で、直通列車でもスイッチバックが必要です。名鉄名古屋駅から25分、犬山駅に到着です。構内は3面6線で、ホームは完全に系統別にはなっておらず、発車番線はよく確認する必要があります。私が向かうのは、4番線から発車する広見線の列車です。乗り場案内をよく見ていないと乗り間違えるやつで、改札階にある発車案内表示器の前にも、迷っている人の姿が見られます。右側は小牧線の列車、私が乗るのは左側です。この車両は、2019年にデビューした新型車両、9500系。ドアの上には LCD モニターもあります。ただしこの列車、7駅先の新蟹行きとなっています。先ほどの路線図では4駅先の御嶽が終点ですが、途中駅止まりの列車です。接続時間3分で、犬山駅を発車です。左カーブで犬山線と小牧線に分かれを告げ、名鉄の車両基地で2番目の規模を有する犬山検査場の横を通り過ぎると、景色は幾分穏やかな感じになります。沿線には田んぼと山が増えてきて、犬山線とは景色が大きく違います。2駅目を出た後、愛知県と岐阜県の境である愛木トンネルを通過。1925年、大正元年の完成であり、名鉄では少ない山岳トンネルです。そして走行音でお分かりの通り、この辺りはロングレールではありません。右カーブの途中で、橋梁で別の線路をまたぎます。下を通るのが、JR タイタ線。犬山駅を出て19分、次の新蟹駅で接続する路線です。時速25キロという、きつめの速度制限を受けつつ線路を移ります。一方左側からは、別の線路が近づいてきます。ホーム番号は左から付けられている一方、長さは右ほど長くなっています。改札がホーム終端部の突き当たりにある、投端式と呼ばれる構造のため、ホームの終端よりほど混雑します。名鉄名古屋から47分、新蟹に到着です。そこに、先ほどの線路からやってきた列車が到着です。こちらの車両よりかなり年季の入った車両、側面の表示器にはワンマンの文字が出ています。あちらのホームに向かいます。頭上にある案内板には、御嶽方面、乗り換え改札口経由の文字が。駅の改札自体はこの右手にありますが、御嶽方面行きのホームの手前に、さらに改札があります。この改札は IC カードなどには対応していません。そして改札を抜けた先、1番線に停車しているこの列車。このチャンネルの動画をご存知の方なら見覚えがある、あの車両です。この車両は、名鉄6000系。76年にデビューした車両で、名鉄初の本格的3両車として、ラッシュ時の輸送改善に貢献しました。そしてこの編成は、ローカル線区での運用のためにワンマン改造を施した編成。この広見線末端部の他には、別の動画でご紹介した蒲郡線でも運用されており、車内には運賃箱が設置され、一部のドアだけを開け閉めする取り扱いのため、側面には表示器もあります。無人駅では先頭車の前ドアが降り口、後ろドアが乗り口で、後ろの車両のドアは開きません。一方蒲郡線では方向幕が使用されているのに対し、こちらは種別のみが出され、行き先は系統板が掲出されるのみです。
広見線末端部では朝ラッシュを除いてワンマン運転が行われており、6000系のワンマン対応編成が30分間隔で運行されています。座席指定車両を含む速達列車がバンバン走っている犬山線とは違って普通列車のみで、広見線の他の区間と比べても本数は半減。運行系統が分離されているため、普通列車の線が新蟹駅を境に2本あるのが切ないですね。広見線の歴史はこの新蟹駅を境に異なっており、ここから東側では、1920年に現在の御嶽口駅までが開業、52年に御嶽駅までが延伸され、全線開通しました。一方西側は、1929年に現在の新蟹駅までが開業しており、このような経緯の関係上、キロポストは犬山駅から新蟹駅に向かって増えるものと、新蟹駅で数字を打ち直して御嶽駅まで伸びるものがあります。路線の成り立ちから名古屋まではスイッチバックが2回必要な広見線末端部。昭和時代は速達種別も運行され、名鉄の名車パノラマカーも入線していましたが、2005年1月には途中の学校前駅が廃止になりました。これはトランパスという直式のカードを導入するのに伴い、自動改札機などを備えた駅舎を設けることになり、設備投資の効果の低い駅を廃止したからです。そして2008年6月のダイヤ改正で運行系統が完全に分離され、同時に有人駅だった明智御嶽両駅が無人化されたことで、有人駅は新蟹駅だけになりました。新蟹駅では列車の発着ホームが系統別に分かれているため、駅名板にはそれぞれに対応する駅しか載っていません。1番線の駅名板を見ると、かつてはもう一つの駅も記載されていたのがわかります。系統分離から15年近くになる今も乗り換え改札のそばには案内看板があり、乗客に注意喚起しています。名鉄名古屋からは距離以上に遠く感じるこの線区の様子を、これから見ていきましょう。新蟹駅を発車です。広見線の犬山方面行きとは発着時刻が噛み合っており、同時発着が見られます。また、1番線と2番線では経路が重なっていることから、日中の列車は1番線と3番線を使っています。線路はここから右カーブで離れていき、のどかな風景の中を走ります。新蟹と次の明智の間は比較的住宅が多い区間で、線路脇に道路がくっつく場所もあります。そして新蟹から 1.9 キロの場所に、学校前駅の跡地があります。ホームがあったと思われるところだけはバラストの雰囲気が違いますが、明確な痕跡は残っていないようです。末期の学校前駅は日中1時間に1往復のみの停車で、およそ半分の普通列車が通過していたそうです。ローカル線区ではありますが、線形が良い区間では加速し、時速70キロ出します。片道の所要時間は11分で、運転間隔は30分。折り返し時間は4分しかなく、結構きつめのダイヤです。正面には信号機が2つ。次が最初の停車駅、明智です。この駅は2面3線の構造で、中央の2番線と右の3番線では列車交換ができます。ただし左の1番線には行き先案内がなく、駅の手前で分岐する線路も錆びついていました。そして1番線だけは、下り方には繋がっていません。いろいろ見どころのあるこの駅、もう少し詳しく見ていきましょう。ホームの上り方には構内踏切があり、駅舎と繋がっています。土台の作りが変わっているところに、ホームが継ぎ足しながら伸ばされていったことが伺えます。これは駅舎との間に明確に現れており、構内踏切が大きく曲がっているのは、ホームを伸ばした時に場所を変えたからです。3番線側はスロープになっていますが、こちらは階段だけで、バリアフリー対応ではありません。ホームの土台の作りが違うのは下り方も同じで、場所によって見た目が変わります。そして1番線の終端部だけは一転して新しい構造になっているなど、駅構内を見ると、ところどころから駅の歴史がわかります。そして1番線を見ると、線路はヘロヘロになっており、列車が通っている気配が感じられません。信号機がついているので、全く列車が入らないということはなさそうですが、他の2線よりも明らかに錆びれています。この線路は、かつてこの駅を起点としていた、名鉄八乙線が使用していたものです。八乙線は、1930年に開業した路線。
景勝地を有する八津町まで木曽川に沿って結ぶ線形で、最終的に八津駅までの 7.3 キロの路線となり、43年から54年にかけて、ダム建設のための専用線が先に伸びていた時期もありました。今でも明智駅から分岐して左に曲がる築堤の跡が残っており、橋桁こそ取り外されましたが、橋脚や築堤の上の機器類がまだ残っているなど、ここに線路があったことがよくわかります。このすぐ北側で川を渡っていた場所でも、橋脚の跡が残っていますね。名古屋からは2回のスイッチバックが必要な明智駅からさらに伸びるこの路線、八津駅までは速達列車も乗り入れ、パノラマカーが入線することもありました。ところが、時代の流れとともに利用者数が減少し、84年には合理化のためにレールバスが導入され、電化設備は撤去され、翌年にはワンマン運転が始まります。燃料タンクの容量の関係上、日中に燃料を補給する必要があり、新蟹駅には専用の検車場が設けられました。2001年10月には八津線全線が廃線になり、車両は同じくレールバスを運用していた三河線に移されます。ただし三河線の非電化区間もそれから数年後に廃線になり、車両はミャンマーへ輸出されました。新蟹駅の検車場は2006年に撤去され、今では線路の右にがらんとしたスペースがあるだけです。レールバス導入の合理化効果は名鉄が期待したほどではなかったらしく、その後の名鉄では、レールバスは運用されていません。なお、八津線の廃線後は、代替バスがおおむね毎時1本運行されています。右奥には、使われなくなった貨物用ホームが草にうずもれて残っており、哀愁を漂わせます。八津線の廃線によって1番線はほぼ使われなくなりましたが、2番線と3番線は現役で、朝ラッシュは15分間隔になるため、明智駅で列車交換が行われます。左の編成は、蒲郡線の活性化の一環として、パノラマカーの白帯塗装を復刻したもの。6000系ワンマン車は蒲郡線と共用のため、広見線末端部を走ることもあります。ただし、それだけでは朝ラッシュには足りなくなるため、一般の編成も動員されます。この時間帯はすべての列車に車掌が乗務し、明智駅は賑やかになります。広見線末端部で列車交換ができるのは、この明智駅だけ。夕方は日中と同じ30分間隔のため、朝しか見られないローカル線区の束の間の賑わいですが、この光景にも変化が近づいています。先へと向かいます。左側には玉石を積んだ土台があり、こちらもかつては貨物用ホームだったようです。右カーブを抜けると、開けた場所を爆走します。ただし線路脇の土地では工場を建設する工事が続いており、景色も様変わりしそうです。なお、この先の高速道路の手前で、列車は岐阜県可児市から同じく御嵩町へと入ります。高速道路をくぐって左カーブを抜けると、次の合土駅に到着です。この駅もホームが継ぎ足されており、元のホームはかなり短いものだったようです。駅のすぐ奥に踏切があるため、ホームの入り口あたりで時速15キロの制限を受け、ゆっくりと入線します。構内は実にこじんまりした感じですが、柵には塗装がされ、メンテナンスはある程度されているようです。かと思いきや、待合室にある風よけの壁は、他の駅にあった運賃表のボードを転用したもので、コスト削減が図られています。一体、どの駅にあったものなのでしょうか。さらに先へと進みます。ちなみに先ほどの合土駅は、名鉄で最も北にある駅です。かつてはもっと北にも駅があったのですが、ローカル線区の廃線に伴い、合土駅が最北になりました。線路は右にカーブし、新蟹駅を出たところで渡った蟹川を渡ります。広見線末端部ではこの川を2回渡っており、そのうちこの橋梁は見晴らしの良さもあって撮影地として有名です。2両編成がきれいに収まり、南側に架線中もありません。およそ 1.7 キロで、次の御嶽口、開業当初は終点だった駅に到着です。ホームこそ2両分しかありませんが、周囲の土地は開けています。ローカル線区の途中にある無人駅にしてはゆとりがありますが、実はこれ、かつて貨物駅だった頃の名残です。これは名鉄の前身の一つ、東濃鉄道時代の写真で、当時は下り方に駅舎がありました。御嶽町はかつて石炭の産地として知られ、明治初期から開発が進み、最盛期には全国の産出量の4分の1以上を占めていました。
この路線が建設されたのも石炭輸送が目的で、0.6 キロ先の御嶽駅まで伸びるのに32年かかったのは、そのような経緯が関係しています。ただし御嶽町で採れる石炭は比較的品質の低いもので、真っ先にガスや石油への置き換えが進みました。日本では、保存目的でない蒸気機関車が70年代後半まで運転されていましたが、御嶽口駅の貨物営業は63年に終了しています。広い構内や継ぎ足されたホームの土台にその歴史が伺えますが、日中は閑散としており、駅の置かれた状況が決して明るくないことがわかります。次の御嶽駅までは 0.6 キロしかなく、左カーブを抜けると駅が見えてきます。建設された時期が他より遅いため、ホームの土台もしっかりしています。そしてこの駅、かつて一面二線だったのですが、線路を埋めてホームを延伸したらしく、上り方の架線中にその名残が見えます。この駅は無人駅ですが、すべてのドアを開けます。折り返し時間が4分しかなく、乗務員の手間を減らすのが目的です。改札へと向かいます。終着駅らしい投炭式の構造で、全体的にゆったりした作り。駅が無人化されて窓口は閉鎖されていましたが、後で観光案内所に生まれ変わりました。自動券売機はこの左後ろにあり、窓口で切符は売っていませんが、間違えて観光案内所に来る人がいるそうです。名鉄名古屋までは1010円、なかなかのお値段です。これは、運賃計算に際して営業キロを割り増している路線があるからで、距離の割に高く感じる要因になっています。駅舎の外観がこちら。かつてはもっと大きな駅名板がありましたが、付け替えられた時にサイズダウンされています。御嶽は中山道の宿場町であり、駅前にはこんな看板もあります。また、観光案内所にはレンタサイクルも常備され、沿線をサクッと回れます。一方この路線、これまでのカットからもお分かりの通り、その状況は決して明るいものではありません。2007年には、名鉄が広見線末端部を廃止する可能性を示し、沿線自治体の蟹市や御嶽町に、今後の方向性や考えを打診しています。この区間ではトランパスが導入されず、後継である IC カードのマナカも導入されないなど、後に始まったワンマン運転と合わせ、設備投資は限定的です。2010年度から沿線自治体が3年間にわたって赤字を補填することが決まり、補填額は3年間で総額3億円、支援は現在も続いています。一方、路線の赤字は支援が始まった頃は年間1億8500万円だったのが、現状では2億4900万円にまで増えています。もともと自治体の支援だけでは赤字をカバーできず、名鉄はこれまで黒字路線の利益で補填していたのですが、感染症の拡大でそれも厳しくなり、支援金を年間5000万円増額することを求めています。ただし支援額は蟹市が3000万円、御嶽町が7000万円で、これ以上の増額は難しい状況です。沿線にある3つの高校では、およそ8割の生徒が広見線を利用しており、広見線末端部の役割は大きいものです。似たような状況にある蒲郡線では、支援期間が5年間延長され、学生が進路を決める時の不安が低減されていますが、広見線末端部では3年間のままで、さらなる短縮もちらついています。そして運行経費の削減策として、朝ラッシュの列車本数の削減と、明智駅の交換設備の撤去が決まりました。3番線ホームは丸ごと封鎖され、列車は2番線のみを使うことになります。一方、1番線の線路を埋めてスロープが作られ、駅が完全にバリアフリー化されます。これは3月18日のダイヤ改正からで、朝ラッシュの車掌乗務もなくなり、全列車がワンマン運転になります。運行本数の削減と完全ワンマン化という、ローカル線区の典型のような状況ですが、その裏には、名鉄と沿線自治体の赤字補填をめぐるせめぎ合いがあります。苦境に立たされる広見線末端部ですが、広見線の犬山新蟹間も楽観視できる状況ではなく、3月改正では線内の特急が全廃され、平日朝の上りミュース会を除くすべてが普通列車となり、運行本数も減らされます。名鉄全体で見ても運行本数が減らされるダイヤ改正で、一部線区では新たにワンマン運転が始まるなど、コスト削減に踏み込んでいます。感染症の影響が残る中、ローカル線区は安泰とは言えません。ご視聴ありがとうございました。